はい、どうもどうも。この動画では潜水の歴史、ダイビングの歴史とダイバーズウォッチについて扱います。前回成功のダイバーズウォッチの動画を作って、そのデザインとかね、バリエーションは、成功っていう部分的な範囲だけなんですけど、分かってもらえたと思います。そういう感じで、ダイバーズウォッチを紹介する内容は、この動画以外でもいろんなところでね、されてて、詳しくはなるんですけど、その時ふと思うのが、ダイバーズウォッチについていろんな知識を、たくさん持ってる一方で、実際の潜水、ダイビングの歴史とかあと情報っていうのはね、あまり知られてないですよね。で、ちょっと極端な例え話になるんですけど、日本刀、刀ですね。日本刀がすごく好きな人がいて、その人が侍の歴史に全然詳しくなかったら、皆さんどう思いますか？多分ね、日本刀を理解する、楽しむには、その使い手の歴史を知らなかったら、その魅力、面白さがね、半減するって思うと思うんですよ。で、同じようにダイバーズウォッチを楽しむなら、潜水の歴史も、知っておくべきなんじゃないかなと考えてこの動画を作りました。この動画を見ているっていうことは、皆さんダイバーズウォッチを持っているか、これから買おうと思っている人だと思います。この動画を通してダイバーズウォッチのね、価値を再発見してもらえればなと思ってます。それでは始めましょう。職業としてダイビングをする人を、職業ダイバーと呼んだりします。で、そういう人がね、活躍する分野を画面右に並べてます。水中でね、活躍する仕事なので、私たちが、普通に普段生活してて見かけることはないんですけど、大事な仕事ばかりですね。うん。で、そしてここでは挙げてないんですけど、趣味でね、ダイビングをする人もいます。で、私も、趣味は何ですかって聞かれて、ダイビングですとか言ってみたいんですけど、そんなね、洒落た趣味は持ってなくて、趣味がね、ダイビングってめちゃめちゃかっこいいですよね。うん。そういう感じで、仕事以外でも、レジャーとしても潜水は、されてますね。左の画像は、アメリカ海軍のダイビングマニュアルからの引用です。アメリカ海軍のダイビングマニュアルっていうのは潜水の世界では、よく参照される、マニュアルです。で、いろんな国がダイビングのルールとか基準を作るときに、参考にしている、それがねアメリカ海軍のダイビングマニュアルです。で、そんなダイビングマニュアルに記載されているダイビングをする時の必需品としてダイバーズウォッチが挙げられてます。で、その他のね装備品との兼ね合いもあるんで、ダイバーズウォッチをしなくていい条件っていうのもあるんですけど、こういう感じで基本装備の一つにダイバーズウォッチはなってます。それではまずダイビングのね歴史から始めます。で、ダイビングは遡ると紀元前900年頃にはされてたようです。で、画像は当時の戦争の様子を描いたレリーフです。で、よく見ると袋みたいなものをね水中に持ち込んでて、これを使って水中で呼吸をしていたみたいですね。で、もちろんこの時代に、腕時計はありませんし、機械式が発明される2000年以上前の話なので、ちょっとねさらっと次に行きたいと思います。同じく原始的なダイビングの様子を表したのが次の図です。左の図は逆さまにした大きな桶を水中に沈めて、そこに呼吸をしに戻るっていうね仕組みで、水中での時間を過ごしてました。で、さらに右側は紀元前300年代に活躍したアレキサンダー大王が水中の様子を見るために大きなガラス、これは言い伝えによっては樽だったりするみたいなんですけど、それに入って沈む様子を描いたものです。で、今からするとね、とてもこういうのは原始的な方法なんですけど、昔の人もねそういう海中への興味とか好奇心があって、いろんなね工夫をしていたっていうことが分かってもらえると思います。次は時代を下って16世紀から17世紀のものです。で、この時代はね科学的なものの見方が出てきて、あくまで、考案でね実現はされてないんですけど、水中で人間が活動できるようにする装備が考えられました。今見るとねなかなか不思議な形状だったりするわけなんですけど、少しずつ潜水のための技術が開発されていきます。ちなみに画像左端は
ルネサンスの偉大な芸術家でもあり科学者でもあったレオナルド・ダ・ヴィンチのスケッチから、のものです。で忍者がね水中に潜む時に使うような、仕掛けをね彼は残してます。この時期ぐらいから科学技術の発達に伴っていろんなアイデアが出て近代的な潜水装備になっていきます。図は18世紀後半に考えられたダイビングの装備です。機械文明の発達を感じるちょっとこうワクワクするようなねイラストになってます。で後の時代になると宇宙開発っていうのが科学技術の最先端と見なされていくわけなんですけど、この当時にあってはね、海の底に対する興味っていうのがね同じような捉え方をされていたのかもねしれないですね。それでここまで考案されたものは実際に使われることはなかったんですけど、19世紀に入ると実用に耐えるものが出てきます。ちょっと幾分かシュールなイラストなんですけど、これまでよりもぐっと現代的で、今まで空想の産物のようなね見た目だったんですけど、それとは違ってきてますね。特に一番右端はフランスで開発された潜水機で、ちょっとねイラストがおどろおどろしい感じなんですけど、現在とねあまり違いがないシルエットになってます。でフランスという国はねダイビング機器の開発で進んでました。でアメリカは海軍を中心に潜水技術を開拓していったわけなんですけど、一方フランスは、もちろん軍もやってたんですけど、他にね商業ダイビングでも有名です。後でねダイバーズウォッチの開発に協力したコメックスっていう会社が、あってね、今はなくなってしまいましたけど、それもねフランスの企業でした。そのフランスで1943年にアクアラングが発明されます。画像左のイラストのものです。ダイビングをねする際に水上からホースで空気を送る方式を多吸気式って言います。他から吸気をする方式っていう意味ですね。それに対して圧縮空気をガスボンベに入れて潜る方法は自吸気式って言います。自分で吸気する方式です。自吸気式の方がねホースでつながってない分、機動性に優れていて、このアクアラングはね潜水界の大発明になります。で開発者の一人クストーという人物はダイビングの世界ではもう伝説的な人物です。あのクストーが愛用したダイバーズウォッチとか、クストーがどこどこにダイビングした時につけていた、ダイバーズウォッチとか、そういうエピソードがあって、ダイビングウォッチの箔をつける、エピソードとしてね、使われたりします。戻って右側の写真はアメリカ海軍が1940年代半ば頃に開発した装備です。アメリカ海軍は水中の作戦行動っていうのもね、念頭にあったと思うんですけど、それ以外にも潜水艦が浮上できなくなった時に救助する、手段として潜水技術、それから潜水の装備を開発しました。でそれをまとめたのが US ネイビーダイビングマニュアルなんですね。で改訂されながらずっと発行されてて、日本を含む各国でねダイビングの教科書として使われました。でここで挙げてる図にはねダイバーズウォッチが登場してます。今赤くね色付けしてる部分です。深さを測る推進計とか方角を知るためのコンパスとか、そういうものが腕に巻かれてるので、初めて見るとめっちゃ腕時計してるやんとかって思うかもしれないですけど、そういうわけではねありません。次はダイビングマニュアルにある装備品の記載です。右側の、ミニマムエクイプメント、最小装備品の欄にちゃんとダイブウォッチ、ダイバーズウォッチと書かれてあります。腕時計が重要なね装備品だったっていうことがここからも分かります。さらにその腕時計も何でもいいっていうわけではなくて、ちゃんと規定があります。必須とされているのは防水性、それから回転ベゼル、さらに視認性が高くて夜光の入った文字盤です。で追加でね、自動巻き式とか対峙性とかストップウォッチ機能がとかいう風なねところもあるんですけど、必須なのは、防水性と回転ベゼルと視認性のいい文字盤、この3つです。でこういうダイバーズウォッチの
要件以外に推進系と同じ腕につけるようにという一文があります。ダイバーが今いる水深と時間のチェックを同時にできるようにっていう意味なんですけど、これはね、ダイビングで時間を測ることが非常に重要だからです。時間を測る目的はもちろんシリンダーに入っている空気の残量との兼ね合いで経過時間を把握しておかないといけないっていう意味もあります。で、もう一つがダイバーが浮上するときに必要となる減圧を管理するためです。次はその減圧の話をします。ダイビングをする人がかかる減圧症という障害があります。浮上時とか浮上後に出る障害で関節が痛くなったり肌が赤くなってかゆみが出たり、ひどくなるとめまいや痙攣、胸のあたりが苦しくなったりします。で、原因はね、水中に入ると水圧がかかって体内に気体が溶け込むんですけど、水圧が弱まるとその溶け込んだ気体がね、体内で気泡化するからです。で、陸上ではそんな標高が高くなければ1気圧です、約。で、大気の重さでそういう圧力がかかってるわけなんですけど、一方水中では水面から10メートルごとにね、約1気圧ずつ水圧がかかります。例えば30メートル潜ると約3気圧の水圧がかかるわけですね。で、そういう圧力が高い状態になると気体は液体にね、より溶け込みやすくなっていきます。その現象をヘンリーの法則っていうふうに言います。右のグラフに出しているように、気体の圧力が高まれば気体の溶解量は増えていきます。なので圧力が倍になれば溶ける気体も倍になるわけです。で、逆の言い方をすると、圧力が下がるとそれに応じて気体が溶け込めなくなって、気体に戻ってしまいます。で、それでさっき言ったように気泡が発生するわけです。ちょっと身近な例を出します。皆さん大好きな炭酸飲料ありますよね。あれの中身は3から4気圧ぐらいあるみたいです。なのでペットボトルを外から押してもね、カチカチですよね。圧がかかってるんで。で、閉まった状態からペットボトルのキャップをね、開けると密閉されてた空気が外に出て減圧されます。するとキャップを開けてなかった時には見られなかった泡が出てきますよね。これは皆さん人生で何回も経験してると思うんでイメージしやすいと思うんですが、これと同じことがね、体内で起こるわけですよね。いかにも体に悪そうな、こういうのが起こります。こういうのが減圧症の原因なんですが、程度の問題なので少しでもね、気泡が発生すると減圧症になるっていうわけではなくて、体が許容しない量のね、気泡が発生すると減圧症になってしまいます。じゃあダイバーはダイビングをね、どうやって終えてるんだっていうちょっと疑問に思うと思います。えーこれはね、減圧時間っていうのを設けて徐々に浮上する方法を彼らはとってます。図はあるダイビングのね、経過時間と水深を表したものです。一度バーンと目的の水深まで潜るわけなんですけど、すぐにね、海面には戻らずに段階を設けて浮上していきます。体に溶け込んだガスを徐々に出していくことで減圧症にね、かからないようにしているわけですね。ある水深にある時間いると減圧のために水深何メートルで何分止まって、次に水深何メートルで何分止まってっていうような感じで浮上時のね、水深と時間が、管理されます。で、ダイバーズウォッチが必須の装備品になっているっていうのは、ダイビングで時間管理がね、こういう感じでものすごく重要だからです。ここまでダイビングの歴史となぜダイビングウォッチが必要とされるかという話をしてきました。腕時計が全然出てきてないので、腕時計ファンの方がね、ちょっと寂しい思いしてるかなということで、そろそろね、腕時計の話も始めたいと思います。ダイバーズウォッチが誕生したのは1953年です。それまで防水性が高くて水泳とか水の中で利用ができる腕時計も、そういうのもあったんですけど、ダイビングができる、ダイビングでの用途に特化したっていうものはありませんでした。そんな中でダイビングウォッチの始まりは
画像に出している2つの時計が起源です。左がブランパンの50ファゾムス、右がロレックスのサブマリーナです。で2つ並べて、両方が起源ですっていうと、じゃあどっちが先に登場したんかっていうふうにね、思うと思うんですが、そこはねちょっといろんな説があるので、一般的にはあまりもう順番をつけないっていうのがちょっと暗黙の了解みたいになってるところがあります。で厳密に言えばね、50ファゾムスの方が早かったとするのが、ちょっと優勢な意見のように思います。で両方とも半世紀以上前のオリジナルの画像です。で劣化はね両方ともしてるんですけれども、なんか訴えてくるものがあって、どこがっていうわけじゃないんですけど、かっこいいなっていうね感じがします。それぞれの誕生までの流れを紹介しておきます。まずは50ファゾムスからです。名前の50は50ですね。で、ファゾムスは水深を測る単位で、1ファゾムスが約1.83メートルぐらいです。なので、50ファゾムスは91メートルちょっとの水深を表す言葉です。90メートル以上の使用にも耐えますっていう意味で、この名前が付けられました。で、もともとフランス軍のダイバー部隊が装備品として、ダイバーズウォッチが必要になって、それをブランパンが受注して製造するっていう流れで、開発されました。で、ブランパンの CEO がダイビングを趣味でやっていて、それを知っていた軍の納入業者が互いをね、結びつけたっていうふうに言われてます。で、フランスには以前に動画を作ったリップというね、会社がありました。そういうブランドがあったんですけど、もともと軍はね、同じフランスのリップに話を持っていったみたいなんですけど、ところがね、リップはそんな特殊な用途の時計作っても売れへんわって言ってね、断ったみたいなんですね。で、腕時計が普及していく時代で、ほっといてもね、腕時計が売れた時代だったわけですね、この時期は。で、そんなものを作ってる場合じゃないよっていうことだと思うんですけど、今みたいにね、ダイビングをしない人が、ダイバーをつける、そういう時代が来るなんて、誰もね、この時は想像してなかったんだと思います。この50ファゾムスは現行モデルでも復刻されてて、右下に出してます。左側がオリジナルのデザインを引き継いだもので、右がバチスカーフというね、少し後になって開発されたモデルのデザインを受け継いだ現行モデルです。次はサブマリーナです。ロレックスは防水性を売りにしてたので、サブマリーナのね、もっと前にドーバー海峡をロレックスをつけて泳ぐっていうパフォーマンスをしたりしてました。で、1953年にエベレスト登頂に後のエクスプローラー1につながるね、モデルを提供していたり、タフさを PR することに力を入れてました。で、そんな中で、ロレックスは売り方の一つとして最高峰のエベレストに対して海の底をね、アピールすることをしてます。で、社内にね、ダイビングが趣味の人がいて、それでサブマリーナの企画も通ったみたいですね。で、ロレックスのこの時代の広告で、トップオブザワールドとボトムオブザシーという表現が使われてます。トップオブザワールドはエクスプローラー1、ボトムオブザシーはサブマリーナに対応する歌い文句です。そういう過酷な状況でも耐えるモデルだっていうことを、ロレックスは強調したわけですね。50ファゾムスとは違ってサブマリーナはオリジナルからずっと続くシリーズです。で、今ね、モデルチェンジが言われてるんですけど、今のところの現行は右下の画像です。50ファゾムスが少し登場が早かったっていうふうに先ほど言ったんですけれども、サブマリーナはね、こういうふうにずっと続いてるっていうことと、それから今のダイバーズウォッチのデザインの元になっているっていう面では、サブマリーナの影響の方が大きかったんじゃないかなと思います。で、そういう発表時期の前後はあるんですが、この2つがね、並び称される、ダイバーズウォッチになったのはそういう理由です。この後、いろんな腕時計ブランドがダイバーズウォッチを出していきます。有名なモデルをね、いくつか並べてみました。今のダイバーズウォッチは割と似たり寄ったりのデザインが多くて、この時期のね、個性のあるものが、今復刻されて違いを見せつけるみたいなところがちょっとあったりしますね。で、どれもかっこいいと私は思うんですけど、なんていうんですかね、完璧さがあってかっこいいっ
っていう感じじゃなくて、実用を考えてつけられた機能感、そういう部分が腕時計にワイルドな雰囲気を与えてて、それがかっこいいしね、味がある雰囲気を醸し出してるなと思います。ちゃんちゃんっていう感じでね、ここで話が終われば私もまとめるのが楽だったんですけど、潜水の技術もね、1950年代、1960年代を通して進歩していきました。それに合わせてダイバーズウォッチもね、新しいタイプのものが登場します。次は飽和潜水の話です。飽和潜水っていうのは1950年代後半から実験的に開始されて、1960年代以降確立された潜水方法です。先ほど減圧の話をしました。体内に溶け込むガスの量は水深とそこで滞在する時間に比例します。で、通常は深い海に潜ってる時間が長くなると、その分減圧時間も長くなります。今赤と青の棒グラフでね表しているような感じです。で、より深い海に潜ると作業時間はちょっとで減圧時間がかなり長くなって、非常にね作業効率が悪かったわけですね。そんな中である発見をした人がいました。で、それは体内に取り込まれるガスの量はある一定量で飽和するっていう発見です。一度飽和してしまえばそれ以上ガスがね体内に溶け込まない、つまり減圧時間が増えないっていうことになります。で、これを利用すれば減圧をせずに何日間何週間か作業をして、でその仕事が終わったら減圧して日常に戻るっていう感じでね、減圧時間を圧縮して作業効率を高めることができたわけです。で、また何度も減圧を繰り返して減圧症のリスクを取るっていうのは、危険ですよね。それが避けられるのでダイバーにとってもねメリットがありました。こういうね言葉だけの説明ではね飽和潜水を伝えるのはなかなか難しいので、ちょっとね図で説明したいと思います。まず居住場所のカプセルにダイバーが入ります。ここで作業期間中は食事や睡眠をとって生活をします。外と隔離されているのはこの中が水深に合わせて加圧されているからです。10気圧とか20気圧、場合によっては30気圧というね高圧下で生活します。それで仕事の時間が来るとドッキングして出入りできるカプセルに入って水中にクレーンで下ろされます。で、このカプセル内も居住カプセル同様加圧された状態です。で、その、カプセルに入って降りていってその先で仕事をこなします。その作業が終わったらまたカプセルに戻ってクレーンで引き上げられてまたドッキングして居住カプセルに戻ります。そして一仕事を終えて、食事をしたり睡眠をとったりします。さらに次の日また同じような流れでね、一日の仕事を開始するわけです。で、今、ダイバーがね入っているカプセル、いろいろねクレーンで上げたり下げたり戻ったり来たりドッキングしたりしてましたけど、全部加圧されてます。で、体内にガスが飽和している状態が、キープされてるわけですね。で、これを何日間か何週間か必要な期間やって、で、仕事が終わったらもうこれでね、潜る必要がないってことになると、居住カプセルの内圧を少しずつ下げて減圧していくっていう、流れになります。もし、潜って作業をして減圧をして、次の日また潜って作業をして減圧してっていう方法をね、取ると、減圧にばっかりね、時間が割かれて、水中での仕事が、はかどらないわけですよね。なので、100メートルを超える水深では、こうしたね、飽和潜水っていう方法が取られます。で、この図ではね、水上に居住場所があるんですけど、海の底にね、居住カプセルが置かれてて、そこで、潜水作業以外は過ごすっていう、パターンもあります。この飽和潜水を理解していただいたところで、この後ダイバーズウォッチに関わる、ヘリウム混合ガスの話もしておきます。飽和潜水ではダイバーはカプセル内で過ごしてるんですけど、カプセル内は通常の空気ではなくてヘリウムと酸素を主な成分とする気体で満たされていて、でその空気を吸って、ダイバーは呼吸してます。なぜヘリウムが使われるかっていうと、
通常の空気中に含まれる窒素が体内にね、一定以上溶け込むと悪さをするからですね。で、これは窒素酔いという症状で、文字通りお酒に酔ったようなね、状態になります。判断力が鈍って危険を顧みない行動をとったりするんで、窒素は使われずに代わりにヘリウムが使われます。このヘリウムガスが専用の対策をしていないダイバーズウォッチを使い物にならなくします。ダイバーズウォッチが壊れる原理をね、紹介しておきたいと思います。機体の分子はそれぞれ大きさがありますが、その中でもね、ヘリウムは小さい方ですね。で、そのため密閉された腕時計の中に酸素や窒素よりもよく入っていきます。徐々にではあるんですけど、ヘリウムが腕時計内部に入っていくと、減圧するときにね、問題が出ます。減圧時に内部に入った高圧のヘリウムが腕時計ケースを内部から外部へね、強く押す力になるわけですね。内圧が高まって。で、腕時計の風防がそれに耐えられなくなって、最終的に風防が外れます。で、それでね、腕時計が使い物にならなくなるわけなんですけど、一旦ダイバーズウォッチは完成したんですけど、こういう潜水技術の進歩に合わせて、ヘリウムガス対策っていうのが必要になりました。ヘリウムガス対策は大きく分けて2つあります。1つがケース内部が高圧になったら、中のガスを排出するバルブをつける方法です。で、もう一つがそもそもヘリウムガスをケース内部に侵入させないっていう方法です。で、右の図はね、古い実験なんですけど、ヘリウム対策をした4つのダイバーズウォッチのね、内圧、ケース内部の圧力を測定したものです。で、丸1となっているのは排出バルブ付きのものです。で、他が弧を描いて内圧が徐々に下がっているのに対して、丸1のグラフは、ガスがね、排出されてストンと内圧が下がってます。で、2の3つはね、それぞれパッキンの素材を変えたり、裏蓋のないワンピースケースを採用して、ヘリウムガスが、極力入らないようにしてるわけですね。で、内圧の上昇に差はこう出てるんですけど、それぞれね、風防が取れるようなことはなかったそうです。このグラフでは実験的に3日間だけ水深300メートルを想定した圧力下にダイバーズウォッチを置いています。実際に飽和潜水をする、2週間とかその長さになるともっと内圧はね上がるみたいです。対策をしていないダイバーズウォッチは最大で1平方センチメートルあたり15キロぐらいのね圧力がかかるとされてました。1平方センチメートルあたり15キログラムっていうことは、風防はね、7平方センチメートルぐらい、あったとすると、減圧中にね、風防に合計100キログラム、100キログラムぐらいの負荷がかかる計算になります。そりゃね、風防外れますよね、こんなんだったら。というわけで、飽和潜水に対応したダイバーズウォッチが求められるようになりました。で、飽和潜水用のね、初期のダイバーズウォッチを紹介します。最初に登場した対ヘリウムガスを、備えたね、ダイバーズウォッチっていうのは、ロレックスとドクサから出ました。ヘリウムガスを排出するバルブを両社で共同開発したみたいです。で、画像左がロレックスのシードエラー。プロトタイプみたいな形で一般には流通せずにね、こうテストを繰り返して、排出バルブをね、開発したともテストを繰り返して少し経ってから発売されました。画像はね、そのプロトタイプ版で、シードゥエラーにね、サブマリーナのね、両方の名前が入ってて、ダブルネームになってます。海外の大手オークションでね、もうその売り買いされた履歴を見ると、1500万円を超える値段でね、落札されてました。ロレックスはテストをね、繰り返してた分、市販が後になりました。先に発売したのはドクサで、サブ 300T コンキスタドールっていうモデルです。で、オレンジの文字盤がね、特徴です。で、ドクサはね、今では日本で知ってる人も少数だと思うんですけど、ダイバーズウォッチをね、精力的に開発していたスイスのね、ブランドです。今はね、ブランドがこう売り買いされて、以前のドクサではなくなってるんですけど、ダイバーズウォッチに限らず、ヴィンテージではね、たまに見かける、そんなブランドです。
ロレックスもドクサも共にケース左に丸いバルブがついてます。そこからガスが排出される仕組みです。で、今ではこの2社以外にもね、いろんなタイプのバルブが開発されていて、中にはね、手動で、作動するものもあります。で、こういう、ケースからちょっとこう突き出たデザインにして、デザインの一部にするっていうブランドも中にはあります。ところで話はちょっと脱線するんですけど、オレンジ色がね、ダイバーズウォッチでは使われることがあります。で、ダイバーズウォッチ以外ではね、あまり使われない色ですよね。オレンジ色っていうのは。で、そのオレンジを初めて使ったのがドクサだと思われます。今、オレンジの入ったダイバーズウォッチをいくつか並べてるんですけど、これにはね、理由があるんですね。で、水中で一番判別しやすい色がオレンジと言われてます。トロピカルな雰囲気とか派手さを求めてっていう意味合いがね、今では大きいと思うんですけど、もともとオレンジ色が使われたのは水中での使用を考えて選ばれた色だからです。それでは話を戻してもう一つのヘリウムガス対策、ガスを侵入させないっていう考えで作られたモデルを紹介します。それがセイコーのプロフェッショナル600、1975年登場のモデルです。で、ヘリウムガスはまずパッキンに溶け込んで、そこからケース内部に入っていきます。そのため、このモデルではね、ワンピースケースにすることで、ヘリウムガスの侵入路をまず減らしてます。で、さらに、風防側に使われているパッキンを L 字型にして、それがヘリウムガス対策の一環になっているようです。先ほど、ケースの内圧を測る実験を紹介しました。成功によると、この実験で一番内圧の上昇がなかった、つまりヘリウムガスを一番侵入させなかったダイバーズウォッチが成功のプロフェッショナル600だったみたいです。ガスをね、排出するバルブが、ちょっとこう技術的でね、なんかこう見た目もかっこよく見えるかもしれないんですけど、地味だけど、その分手堅い方法でヘリウムガス対策をしているっていう、その成功の方法もちょっとこう渋い感じでね、かっこいいなと思いますね。最後にダイバーズウォッチの進歩、としてね、ダイブコンピュータを紹介します。腕時計好きからすると、ダイバーズウォッチは、アナログでないとっていう思いがあるかもしれないんですけど、今ではね、スマートウォッチのダイバーズというのがね、主流なようですね。で、6つのブランドのモデルを出してるんですけど、腕時計好きが知ってるのは左端のスントとガーミンぐらいだと思います。他はダイビングの世界ではポピュラーなブランドだけれども、ダイビングをしない人にとっては聞き慣れないブランドです。クラシカルなアナログのダイバーズではなくて、ダイブコンピューターが選ばれているのは単純にね、便利だからです。ダイブコンピューターは水深とそこでの経過時間を測ることで、減圧の必要がない目安を表示してくれます。また、減圧がいざ必要になった時には、水深何メートルで、どれぐらいの、時間待機すればいいっていうのを表示してくれて、より安全にね、浮上ができます。で、ダイビングのツールとしてはね、アナログでは実現できない機能が備わってて、だいぶコンピューターにシフトするっていうのがね、そう考えると自然かなと思います。で、そうなるとね、昔ながらのダイバーズウォッチが、泳いだりマリンスポーツで使われることがあったとしても、ほとんどのダイビングでは使われないダイバーズウォッチの様式だけが残っていくのかもしれませんね。今回は潜水の歴史とダイバーズウォッチというテーマで話をしました。ダイバーズウォッチってやっぱりかっこいいですし、スポーツウォッチのね、U っていう感じがします。そのダイバーズウォッチをより理解して楽しんでもらうきっかけになればいいなと思います。本当はね、この後、防水時計の企画とダイバーズウォッチの企画についてもね、まとめようと思ってたんですけど、ちょっと長くなりすぎるので、今回は諦めました。次回それをやろうと思います。腕時計チャンネルの内容としてはね、ちょっと変わった内容だったかもしれません。自分の知らない世界をね、垣間見るっていうのは結構面白いことではあると思うんで、腕時計に限らずね、興味を持っていただいたらなと思います。それでは今回はこの辺で皆さん次の動画でお会いしましょう。